ああ届いたなっていう、こんなに長い熱い温かい拍手に包まれたのは本当に初めてで、是枝さんよかったっすねっていう思いがこみ上げてきて、自分のことではなかなか泣けないので男泣きでしたね。カンヌ国際映画祭のプレミア上映、観客はこの物語を10分を超えるスタンディングオベーションで称えました。そして会場の感動そのままに見事審査員賞を獲得。スピルバーグも心打たれ、キットマンも涙した世界が絶賛する話題作、そして父になる、いよいよ公開です。主演は日本を代表するシンガーソングライターであり俳優の福山雅治、そして監督は誰も知らない奇跡ほかで数々の賞を手にしてきた是枝裕和。この後2人が撮影当時を振り返り、とっておきのトークを展開。貴重なメイキング映像も交え、作品の魅力をたっぷりとお伝えします。映画「そして父になる」公開記念、福山雅治是枝裕和監督スペシャル対談。啓太合格。大手建設会社のエリート野々宮良太、6年間育ててきた息子は他人の子供だと知る。人生の勝ち組だと信じてきた彼に突然降りかかった事件。取り違えって。本当に啓太は私たちの子じゃないんでしょうか。息子を取り違えられた2つの家族。いやもう何が何なんか。流星です。啓太です。お子さんの将来を考えたら交換という選択肢は良いと思います。突然そんなこと言われても。いいか、これからどんどんその子はお前に似てくるぞ。啓太は佐伯さんの家族に似てきます。それでも今まで通り愛せますか？愛せますよ、もちろん。二人ともこっちに譲ってくれませんか？失礼よ、ちょっと何よ。お金ならまとまった額用意できますから。金で買えるもんとな、買えへんもんがあんねん。あなたは最初から決めてたのよ。啓太との6年より血を選ぶって。血のつながりか愛した時間か、魂を揺さぶる感動作。6年間はパパだったんだよ。出来損ないだけどパパだったんだよ。そして父になる。まずやるやらないっていうのは会ってみてからどうしましょうかみたいなので、まず一回お会いしましょうみたいな感じだったんですよ。それでやりたいなと。エンターテイナーなので自分だけ気持ちのいいお芝居をして、満足しちゃうタイプではないのはその時にすごく分かったんですよ。なのでキャッチボールできるなって、そういう意味で言うとコミュニケーション能力がやっぱすごく高いんだなっていうのが最初の印象だったので。こうして日本を代表する俳優と監督、夢のタッグがついに実現。喋りながらの芝居。あと福山さん手出してみ。あ、大丈夫。ちょっとねかっこよくなる、かっこいいかもしれない。ちょっとね。最初からプロットというかシノプシスというかの段階からすごく泣けたんですよね。でも是枝さんがその持ってきて見せる時に、いやこれでもまだ完成だと思わないでください。決定稿として出しますけど、決定稿というのがあるのかどうか僕は分かんないですけど、いつもなんか補足して付け加えるんですよ。言い訳多いな。そう、是枝監督の台本は絶えず変化していきます。より良いワンシーンのために追求の手を緩めることはありません。撮影中に突然台本を書き直すなんてことも日常茶飯事。もうすぐ台本できるんでちょっと待って。是枝さんどういう人なんですかって聞かれた時に、むずぐ前に「いやシンガーソングライターみたいな感じのアプローチされる方でさ」みたいな。それというのも僕自身がいつもレコーディングしてる時にもすごく変えていくので、音楽の現場で僕がこれがいいんじゃないかなと思ってきた制作方法っていうものが映像の世界でもやってる方がいて、しかもやっていいんだっていうことを見せてくださった現場であり監督なんですね。
今回みたいに非常に柔軟に、僕のやり方に適応していただいて、でそこに子供を放り込んで現場で僕の脚本とか僕の書いたものを種にしてみんなでそれを膨らましていくというか育てていったものが作品として瞬間的に出来上がるっていうのがやっぱやってると一番スリリングですけど面白いですよね。こうして生まれた名シーンの数々、そこで重要な役割を果たしたのが子どもたちの存在です。子供が何か起こしたそのアクションをどれだけ拾えるのか、どれだけ対応できるのかっていうことがすごく楽しかったですね。ライブな感じですよね。福山さんの演技にも影響を与えたという2人。育ての子ケイタ役にお利口さんタイプの二宮圭太君、そして実の子流星役にはやんちゃなファン正玄君。どっちをパパにしてどっちを流星君のパパにする？これパパで、これ流星君。パパな。そしたらパパがケイタがピアノで練習してたら、これ持ってケイタありがとうなこれなって言うから、こっちは流星君のパパに作ったんだって言って、ロボット直してくれたからって、ありがとうなケイタな俺なって言ったらなんて言うんだっけ？これは流星君のパパにあげるの。ロボットロボットに直してもらったから。よしいいぞ、その調子でお願いします。ケイタありがとうな。そっちは流星君のパパにあげるんだ。ロボット直してもらったから。そっか、本当に優しいんだなケイタは。山崎ちゃん。正玄君は元気いっぱいのわんぱく坊主、ケイタ君とはちょっぴり対照的です。いいですか？昨日はよくできましたよ。実はこの日、福山さんと正玄君は初顔合わせ。監督はあえて2人を対面させないまま撮影に臨みます。福山さん、正玄君のやんちゃぶりを聞いて少し不安そう。何があっても絶対対応できると思うんだけど、でもそう対応してる自分が亮太じゃなくなっちゃう。自分になっちゃうんだよね。そうそれが怖い。境目ぐらいで止めといて多少踏み外しても使わせていただきますんで。ゆっくりゆっくり。美味しいか？まだ食べてない。熱いから。弱めとく。おいしい。美味しい。美味しいか？よかった。さすがの正玄君も緊張したのか、この日はちょっぴりおとなしめでした。お疲れ様でした。お疲れ様。またよろしく。よかった。あっち。また。流星に対して準備しすぎたな。おとなしかったですね。作戦を練りすぎて。ちょっとなんか俺が変に準備してる警戒してる感を感じ取っちゃったんだ、子供がね、多分ね。まあ子供たちのキャラがやっぱり一人一人天然素材で来るんで、それに対する反応なんだと思うんですよね。それはすごくいいと思います。自分が投げてんじゃなくて受け止めながらキャラが見えてくるのはすごくいいなと思いますよ。役者じゃないっていうのが、子供たちが、はっきりだから流星に対する接し方をしているお芝居とケイタに対して接しているお芝居が見え方が変わってきてるので、それはすごく面白いなと思ってますけど。このか天然素材との接触が、気苦労が多いと思いますけど。いや逆になんか導かれてるんだなって感じですけどね、子供たちの方にこっち側が。はい、何よりです。あ、なるほど。
要は何が出てくるかわからない子供たちでも出てきたものをいかに有機的にストーリーと映画に落とし込んでいくかっていうことをやる場なんだっていうことが最初はちょっと探ってて分かんなかったんですけども、そういうのって説明するんですか？聞かれればでもああいう形で僕何も言ってないのに福山さんの側から「こういうことなんですね」って言われる方がずっと嬉しいです。で多分その方がずっとうまくいきます。撮影を重ねるにつれ子どもたちとの距離を縮めていく福山さん。その関係がスクリーンの中でどう映し出されるのか必見です。帰ろう。じゃあね。お疲れでした。The jury prize goes to Like Father, Like Son.シャッターフラッシュの数多い。男だけになると明らかにフラッシュの数って。到着しました。じゃあレッドカーペット歩いてまいります。It was really moving. A very nice movie and very well played. Super, vraiment très très bien. Ouais, très très beau film. I'm a big fan of this director and well, it's very touching. It's not caricatural, it's alive and really very good. And everybody applauds. It's not very often. カンヌ国際映画祭で称賛を浴びたそして父になる。主演の福山さんをはじめ豪華な共演者の顔ぶれも見どころの一つです。緑役のですね小野真知子さんはもう本当に皆さんご存知の通り演技派と言われ、僕も小野さんのお芝居に導かれて亮太になれたっていうところも多分にあるんですね。でもなんで気づかなかったんだろう。私母親なのに。亮太の妻野々宮緑役には小野真知子、息子を取り違えられ苦悩する母親を好演。啓太、2人でどっか行っちゃおうか。どっかって？遠いところ。遠いところって？初めは亮太さんに散歩後ろ下がっていつもいる人。自分の子供のことになると感情が抑えられなくなる女性だったのかなって思うけど。演技派というと上手い女優さんみたいな感じですけれども、当然上手いのは当たり前なんですけども、やっぱりすごくそのハートがあるというか心があるんですよね。とても素敵な女優さんですよ。終了後も撮影用の料理を美味しそうに食べるマイペースな小野さん。
周囲が撤収する中、一人の晩餐会は続きます。4回目だからどうだとか、なんかそういうマニュアルでもあるんですか？牧陽子演じるのはもう一つの家族の母親、佐伯ゆかり。3人の子供を育てる気は強いけれど愛に満ちた女性。現場で泣き出してしまったのは佐伯家次男役の大和くん。でも牧さんが抱っこするとすぐに泣き止んでしまいました。割と天才的なアドリブを出してきたりとかするから、お芝居で私が苦労したっていうことはそんなにないかな。無駄なことを考えずに済んだかなと思います、他の現場よりも。牧さんはね、声がいいね。声がいい。弁当屋さんの前でのニコって笑うところとかも、ケータをポンポンとしてあげるところとかも、もうあれ牧さんしかできない役柄なんですよね。なんか武士っていうか、牧陽子武士みたいなのがすごい最近感じるんですよ。ゆかりの夫役、電気屋の主人佐伯雄大にリリー・フランキー。領収書。はい。前橋中央総合病院。はい。ちょっとがめついところもありますが、仕事より子供との時間を大切にしている父親。今回なんかこうお芝居をした後にもうほぼ子供と遊んでることが8割ですからね。だからなんか映画に出た実感がないままですけど、でも多分それが監督の演出なんだと思いますね。なんかそのどんどんこう一体化していってるっていうか、本当のその父と母がそうであろうようにっていうか。今回このお芝居には出てない演技派女優に言わせると、リリー・フランキーと動物と子供とだけはお芝居したくないと。全部持ってかれるから元が役者じゃないのに、あれだけその何もしないでいるっていうことが実は強いってことをなぜあんなに掴んでるんだろうと思って。さらに夏柳功、樹木希林ほか個性的なキャストの名演技が物語を彩ります。ずっとアクセル踏み続けてきただろう。シフトは楽な方だ。見事なアンサンブルにぜひご注目ください。長いですか。CM の後はとっておきのシーンをちょっとだけ公開。出来損ないだけどパパだったんだよ。息子を取り違えられた2つの家族。愛した時間を交換できますか。そして父になる。俳優福山雅治が初の父親役に挑んだそして父になる。そう、これまで誰も見たことのない福山さんの新たな顔こそが今作最大の魅力なのです。どの作品に出たいかっていうのはあるんですけども、何役やりたいっていうのはないんですよ。父親役をやるっていうことでどうでしたかっていうことをよく聞かれるんですけど、今回是枝さんがやりたい作品がこれであって、でたまたま僕がそこにいて、でたまたま父親役というものがあってっていう、そういう設定で機能できるかどうかが自分にとってテーマというか命題なので、父親役をやるからさあ父親役だっていうようなことじゃないんです。そんな福山さんが演じたのは愛情表現が苦手な父親。しかしその眼差しは撮影が進むにつれ次第に変化していったといいます。子供を見てる目線の中にいくつか印象的な目線があって、今回の映画の中でそれ僕が意図したものもあるし、意図を超えて出てきてるものもあって、流星家出して戻ってきてベッドに寝かせて嫁さんと自分でこう話をするシーンがあって、俺も家出したんだ。母親に会いたくて。すぐ親父に連れ戻されたけど。
そこになんかやっぱ自分を見ているというか、なんかそれまで彼を見てた気持ちとちょっと違うものがにじみ出てるんですけど、あのシーンはすごく僕は好きなんですけど、狙いとして何か役者の素の部分をこう引っ張り出そうとして素人の子供をぶつけたりしてるわけではないんですよ。ないんですけど子供を撮ってて面白いのはやっぱり僕が与えた設定とかキャラクターと彼から出てきたものがにじんでいく感じっていうのが実はすごく面白くって、でもそれは大人にも確実にあるじゃないですか。大人のプロ、もう本当にプロ中のプロの役者でもあるシーンを演じてて思わず何か自分の内側の感情だったり表現だったりが役を超えてふっと顔を出すみたいな瞬間っていうのがやっぱり面白いなと思うんですよね。父になる入り口に立ったんじゃないですかね。だからこの後なるんじゃないですかね。父になったんですかって聞かれるんですけども、いや始まったんじゃないでしょうかっていう。40日間にわたる撮影もいよいよ終盤。はい、カット。とてもいいです。とてもいいのでもう一回いきます。文章になってなくていいんですけど自分の言葉でいいんで、あとなんかもし思い出したら思い出したこと言ってみてください。これもうなくていいですか。はい、ちょっと別のタイプというか。ケイタにいろんな思いを伝えていくところで、今までのなんか亮太の人生で閉ざしていたものや、氷のような塊がこう溶けていく感じがあったので、それが正解なのかどうなのか分かんないんですけど、とりあえずやるだけやってみて、監督からそれがなんかちょっと違うっていうふうに言われたらまた修正していけばいいかなと思ってたんで。行きましょう。はい、本番。よーい。はい。お待たせいたしました。やっと公開になります。そして父になる9月28日土曜日全国フロードショーです。ぜひご覧ください。